こからがおばさんなんだなっていうふうに思った。もしお肌が綺麗になれたんだったらほんと人生変わるんです。私今日はですね、あんなブーちゃんがだらしなく寝てるところでイヤリングつけてキラキラなお洋服着てちょっと似つかわしくないんですけれども、3月31日にあった私の悲願中の悲願だったお客様感謝祭が終わったんですね。それで私この服装でこのいでたちでお客様感謝祭に出席させていただいて、思い出すためにももう一回着てみました。それで今日この動画を撮っています。本当にお客様感謝祭70名近くの方が集まってくださって、ドクターリセラさんの私の憧れている京子さん、こちらにねレッサ京子さんも来てくださって、夢のような一日でしたっていうか、夢にまで見たお客様感謝祭だったんですね。私結婚2回しましたけど、2回とも披露宴っていうことはしたことがなくって、2人だけで結婚式するっていう、スタンスだったんですけど、多分だからあれが人生で一番の最大の私のイベントだったんじゃないかな。今年の3月14日で13周年だったんですけど、お客様感謝祭をね、レイテノール10周年の時に一度けじめとしてやりたいなって思って、でそれの時にちょうどコロナになってしまってできなかったんですね。そのキリが悪いですけども、でもやっと人々が集まってもいいよっていうような雰囲気になってきて、やっと今のうちにやっとかないともしかして死んじゃうかもしれないと。それまでにお客様感謝祭をやるまでに死んじゃったらどうしようと思って、自分がですね、私もう本当それが心配で、もうこれが終わるまで絶対死にたくないなってずっと思ってて、それが終わって本当に今でもまだ夢のような、ちょっと何かあると思い出して涙ぐんだりとかしてるんですけれども、なぜこんなに、お客様感謝祭をしたかったかっていうと、私初めからエステティシャンではなかったんですね。全然違う、ただの主婦だったし、エステの勉強を始めたのも実は40歳からなんですね。私30歳の時に上の子を産んで、32になるかなっていう時に下の子を産んだんですね。その時に下の子が下になる時、誕生日間際に元のご主人がですね、どうしても結婚生活は自分には向かないから一人で自由に暮らしたいと、生活の面倒は見るからどうしても自由に暮らしたいって言って出て行ってしまったんですね。私この藤沢の地で一人で2人の子供を育てることになるんですけど、大変だったですよね。身寄りもいないし、知ってる人も全然いないところで3歳と1歳かなの娘を2人を育てることになって、本当に必死だったんです。お父さんのいない家庭に負けるもんかと思って、もう絶対寂しい思いさせちゃいけないと思って、もう子供をね肩車してもう公園走り回ってたお父さんより私の方がすごいと思うぐらいの気持ちでですねやってました。寂しい思いしなかったんじゃないかなっては思います。今となってはその2人の娘たちはなんだかんだ言ってうちの会社に入ってくれて手伝ってくれているんですけども、寂しい思いをそんなにしなかったんじゃないかなって私は思ってるけど、でもねどうか分かりませんよね。やっぱり幼稚園の頃とか小学校の頃とかっていうのはみんな家族仲良しね、そのうちね中学高校になってくるとねあんまり仲良くない家族も現れるんですけど、幼稚園に入る前からね、そんなお父さんがいないっていう家庭結構珍しかったのでね、そうやって一生懸命子育てをしてて、ある時もうすぐ40歳だっていう時にふと自分の顔をね鏡で見た時があったんです。夜中です。子供が寝静まって顔を洗ってまじまじと見たら、ものすごくケツが錆びたような顔になってたんですね。シミだらけで、あれ私こんな顔だっただろうかって思ったんですね。その時なんだろう、鏡は見てたはずなんですけど、すっぴんになって、いつも子供と一緒に寝ちゃうからお風呂に入って、なんか顔も洗われで寝ちゃうようなこともいっぱいあったし、忙しいから顔パーッと洗ってペペペペってなんかやってそのまま寝ちゃうみたいな、そういう感じだったんで、ゆっくりと自分の時間っていうものをあんまり持ってなかったと思うんですよね。その時に夜中に見た自分の顔が、こんななったんだ、私こんなになったんだなって、浦島太郎が玉手箱を開けて真っ白に気になりますよね。そんなような気持ちでした。子供を初めて産んだ時は30歳だったから10年飛び越して今があって、もうこれが年を取るっていうことなんだなって思いました。自分の青春っていうのかな、もうお姉さんじゃないね、お母さんだと思ってるけど自分はまだおばさんじゃないと思ってたんですけど、ここからがおばさんなんだなっていうふうに思ったっていうのはすごく覚えてます。こうやって人って年を取っていくんだなって、私ももうおばさんの仲間入りをするんだ、ここから綺麗になれるって思ってはいなかったです。ここからどんどんとおばさんになっていく、もっともっとシミができてもっともっとシワになってっていう風になっていくんだ、私は今それを認識したんだってその時思って、でも悲しかったんです。すごく悲しかった。寂しさとの戦いだったんですけどね、旦那さんが出
出ていっちゃってからは、自分の中では子供育ててる時は明るく楽しく育ててるけど、でもなんだかんだ言ってなんかやっぱり人と比べると寂しかったですよね。その戦いだったけど、そこからはもう若くない、もう自分の青春がなくなっちゃったって思ったんですね。頭では分かってたんですけど、ちょっとでも綺麗になりたくて、いっぱいねいろんな化粧品を買ったりとか、エステに行ったりとか、エステでどうにもならないと思ったら美容外科行ったりとかしてたんですよね。少しでも綺麗になりたかった、少しでも取り戻したかったんですよね。そんな時にね、いろんなとこ行ったけれども、例えば自分のねこのシミがとか、このくすみがとかで言うと、化粧品はたくさん買わされます。たくさんあれこれもあれもこれもいいですよって買わされます。でもその後ね、誰も私のその顔が見届けてくれる人もいなかったし、気にかけてくれる人もいなかったし、エステサロンの人もね、コースとかね、チケットとかいっぱい買いますけど、化粧品も買いますけど、そんなに一つ一つね、私の顔がどんどん綺麗になっていったかどうかを検証してくれたりとか、悩みを聞いてくれたりとかっていう、そういったことはなかったなって、それがねなんか寂しかったんですよね。それが寂しいなとか虚しいなとか、まあしょうがない、自分芸能人でもないんだから、こんな私のことなんて別に誰も寄ってたかって綺麗にしてくれるわけないだろうなって、たくさんお金も持ってるわけじゃないしって思ってたんですね。でもなんとか綺麗になりたいと思って勉強を始めた中で知り合ったお化粧品会社っていうかスキンケアメーカーさん、これがドクターリセラさんだったんですよね。ドクターリセラさんに知り合った時に、たくさんの症例があるわけですね。リセラさんってもう本当に業界一の症例を持ってますね。でもその症例ってなんか今でこそ本当にね、加工なんかいくらでもできるし、写真ってどうなの、作ろうと思えばいくらでも作れるし、果たして本当にそうなるんだろうかって自分の顔で実験してみて、本当にそうなったんなら信じられるけど、なる前は疑心暗鬼だったんです。でも最後の頼みだっていうか、これが最後かなっていう思うぐらいね、いっぱいいろいろやってきて、でその化粧品を使って ADS っていう化粧品だったんですけど、みるみる自分の顔が綺麗になって、本当に自分の顔がどんどんと綺麗になっていって、なんかピカピカになって、いやこんな本当にこんなことがあるんだろうかと思って、それでもう感動してしまって、びっくりしてしまって、それをみんなに教えてあげたい、私みたいに思ってる人に教えてあげたいって思ったんですね。それが本当にきっかけなんです。それが嘘偽りないきっかけの、私が40の手習いのようにしてエステを始めたきっかけだったんです。でも最初の頃はね、自分は綺麗になったけれども、その化粧品を使って果たして人が綺麗になるかって、これはねまた全然別の話。本当に難しかったです。この化粧品を使ってお客様を綺麗にするなんて、もうおこがましいっていうぐらいの知識のなさ。人は一つじゃないんですよ。顔は100人いたら100通りなんです。顔は、肌は生き物だったんですよ。この生き物が怖くて怖くて、本当に怖いなって、お客様が来るのが怖かったですね。でも私だけが頑張ってきたんじゃない、それを乗り越えながらもついてきてくれたお客様がいるんですよね。ちょっと取ってきますね、うるさいから。化粧品だけは買ってもらいますけど、施術代っていうのは私は全く経験もないので、顔肌が本当に私みたいに綺麗になるかどうか、実験みたいなものなので、施術はタダにしますから、それでも良ければ化粧品を買ってくれませんかと。施術はタダでやります、綺麗になるまでずっとタダでやるので、私に肌を預からせてくれませんかっていうところから始まって、それでエステをさせてもらいました。お化粧品を買ってもらって、お化粧品だって安くないですよね。10万単位ですよね。その10万円の化粧品を買いますって言ってくださった方がその当時6人いらっしゃったんですよ。でその6人の方のお肌をね、恐る恐るやりって、それで少しずつ経験を積んで、うまくいくこともあれば失敗することもあって、うまくいかない時は本当怖かったです。お客様がどういったお肌で現れるんだろうかと思うと、本当足がすくんだみたいなね、そのぐらいね、ドクターリサラさんのその ADS っていう化粧品は良くも悪くも非常に、言い方はどうかって思いますけど、作用しますね。作用します。知識や経験のないエステティシャンにとっては本当に自分が試されてるような、怖いんですね。怖いけれども、うまく成功した場合、自分が描いた理論と合致してうまく改善が進んだ場合は本当に嬉しかった。本当に嬉しかったし、自分だけじゃないお客様をそれで綺麗にすることができたと思って、もう本当にお客様からしたらね、たまったもんじゃないかったと思いますね。人体実験みたいにして使われたんですから、自分の肌を。でもそれでも私のその熱意に自分の肌を提供してくれた方っていうのがね、やっぱりいらっしゃる。その時6名いらっしゃった。お客様自体がもう15、6人しかいなかったわけだから、その当時はそうやって少しずつ経験を重ねてきて、で今に至るわけですけど、その時のお客様が実はありがたい時に、15年前なんですよ
よね。今でも通ってきてくださってるんですよ。そういう方に支えられて私の今があるっていうことを思えば、どんなにその感謝祭を私がやりたかったか、本当にありがとうございますっていう簡単な言葉にはなってしまうんですけれども、皆さんに育てられてここまで来ました。皆さんに育てられて今のねヘイテノールがあるし、そして今入ってきてるスタッフもね、やっぱりお客様のその積み重ねのデータを見て私がいるわけですから、このぐらいだったらリアクション大丈夫だよとか、この先こういう変化が起こる、もしくはこっち側の変化に触れるよ、だったらこっちの場合はこういうことだよ、こっちの方に触れたらこういうことだよっていう先々を起こることを予測して計画を立てれるとか、もうそういうことを教えてあげられるっていうのも私が続けてこれたおかげだし、それは最初にお肌を提供してくれたお客様がいたからですよね。その後からもたくさん提供してくれたお客様がいたからなんですね。だから今のスタッフたちもそういうことをね、その歴史の上に働いているっていうことを、エステティシャンとしてやっていけてるっていうことを、やっぱり感謝の気持ちを持って働いてもらいたいなっていうふうに思ってます。そういうのを全て形にしたかったっていうのがお客様感謝祭だったんですね。これを終えるまでは本当に何があっても死にたくないなって思ったぐらいやりたかったことでした。それが終わってしまったらもう気が抜けてしまって、もう正直なんか私喘息持ちだからね、すごい喘息だからコロナになったら死んじゃうなって思ったりしてたんですけど、もうこの気合だけでね、全く私誰のコロナももらわずに何のピンピンして生きてますね。喘息はありますけど、よかったな、この気合だったんだな、ないかなっていうふうに思ってるんですよね。女性にとってね、たかだかお肌でしょって思う人もたくさんいると思うんですよね。例えば男性から見たらなんか化粧で隠せばいいじゃんって思うかもしれないし、そういう風に思ってる人たちもいるかもしれない。でもかつての私みたいにお肌綺麗になりたいなって切実に思ってたね、一生懸命隠してもお肌のどっかになんかはげてるんじゃないだろうかとか、出かけてもいっぱい化粧品いっぱいファンデーション塗っててもなんかちょっと汚れちゃったりはげちゃったりして中にあるシミが見えちゃってるんじゃないだろうかとか、鼻を噛んだら鼻を噛んだで今ここのファンデーション全部取れちゃってるんじゃないだろうかとか、泣いたら泣いたでここにザーってファンデーションがついてる、夕方になったらほうれい線にファンで食い込んでる、もうほんと気が気じゃなくって、もう1時間に1回トイレに行って顔見なかったら気が済まないね。そういう化粧しないで肌の綺麗な人だったらどんなにいいんだろうかみたいな、そういった思いをしてる人だっていると思う。どんどんとこの先どうしよう、どんどんとなんかシミだらけになっていっちゃってたるんじゃって、若い人たちの中で働いてるのになんか若い人たちの顔が直視できない、見れないみたいな、自信を持って人と話ができないみたいな風に思ってる人いるじゃないですかね。わからないですけど、私はかつての自分がそうだったから、もしかしたらこの私が今喋ってるスマホの向こうにね見てくれる人の中にそういう人がいるんじゃないかと思って話してます。そしてその方がちょっとでも私の体験談とかそういう発信でもって、これは一縷の望みだって思ってそれにかけてくれるって思ったら、もう多分何をやるにおいても、もしお肌が綺麗になれたんだったら本当人生変わるんですよ。自信が持てるんです。自信を持ってて人と話せる、自信を持ってこれからどんどんと年を取っていきます。もちろんたるんでもいくしシワだってできる。でも誰よりも汚くなっても悲しい、どうしていいか分かんないじゃなくて、これが正しい年の取り方なんだっていう、誰だって年を取るわけだから、別に切ったり貼ったりいろんなもの詰めたりして20代に見られなくたって堂々と綺麗に年を重ねていけるんだっていう、そういった自信がね持てれば、そんなに年を取ることが怖くないんじゃないかなって思ってるね。それを共感してくれる方が私のチャンネル見てくれてると思ってるし、これからもついてきてくれるんじゃないかなって思ってるんですよ。そういう状況にある人がいたら、そのエステサロンに行ってドクターリサーチの ADS でできるような状況にある人がいたら、一回ねカウンセリング受けてやってみるといいと思いますよ。これは本当嘘じゃない、素晴らしいと思います。私がそうだったから素晴らしい化粧品だと思うし、レイテノールは女性が美しく健康的に美しくね年齢を重ねるお手伝いをする、これが理念、これだけを追い求めていきたいんです。そして2番目の目標としては、ノーファンデーションでいきましょう。ノーファンデーションで入れるお肌、60になっても70になってもノーファンデーションでいられるっていうお肌を、皆さんにもこの気持ちよさを味わわせてあげたい、私たちの使命っていうか
そういうふうに思ってます。これからもね、一つの節目が終わったんですね、私。だからちょっと気が抜けてますけれども、これからの人生はますます私ぐらいの、同じぐらいの思いを持ってる40代の方、そしてまさに私の同じようなお年の方、60前後ですよね。私来年60歳ですから。そしてこの60歳になったってまだまだ女性として明るく元気に自信を持って生きていけるよっていう、生きていきましょうですね。こうなったら一緒だから、そういった発信をしていきたいなって思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。お客様感謝祭に参加してくださった皆様、本当にありがとうございました。そしてこれからもレイディノールどうぞよろしくお願いします。共に泣き笑いしながら綺麗にね、年を重ねていきましょう。画面のスマホの向こう側の皆さんもぜひ私と泣き笑いしながら一緒にね、人生を重ねていきましょうね。はい、というわけで今日はこの辺でありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。